雑談です。生駒ちゃんです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、夜といっても、エンタの放送終わりですね。陣内くんのチャンネルの方で生配信がありまして、それに行っておりまして、今年1年どうだったかみたいな話をしておりましたが、陣内くんがね、夏にコロナになったので、それに尽きるみたいな感じで言ってましたけども、そんな配信があったのと、後半終わりの方に、浅草キッドを見たかっていう話をね、僕聞いてなく、見たっていう話は聞いた時にはまだ見てなくて、で昨日その生配信中に聞いたら見たっつって、僕が一番確認したかったのは、たけしさんとの共演もあるし、いろいろ劇団ひとりさんも、本番前のタップ踏むシーンが本当にたけしさんが現在もなおやってて、それがあまりにもかっこいいっていうんでいう話があったんで、そのシーンを見たことあるかっつったら、よく踏んでるっつって言ってましたね。それね、やっぱり生で見たいなって思いましたけど、話聞いて、あとやっぱり同い年だし同年代だしってこともあって、やっぱたけしさんにいろいろこう影響されてというか、もうしびれちゃってるわけですからね。陣内君なんかは、お前あれだろ、よく不倫してんだってな、面白いなあんちゃんって言われたことがあると。でそれ本当に嬉しかったっつって、そんなことまで、僕のことまで知ってくれてんだっていうのが本当に嬉しかったっつっていう話が本当に終わり間際に聞けて、それが本当に嬉しかったというか、ですね。そんなことをやっておりましたが、あれですわ、見ましたですわ。真犯人フラグの TVer で見逃し配信が、1話2話はもう終わってしまいまして、2話3話が今ありまして、それが1日の夜中までかな。なのでぜひね、見逃しちゃってる方はぜひご覧になっていただきたいっていうか、今日話すことも昨日話したことも10話見た上で改めて見直して、3話4話を見直して、ここはどうだったんだろうかっていうところを探してはいるんですが、始まって2話3話目でも結構謎が多くて、とっちらかっちゃってて、こう整理してみることができていなかったんですけども、改めて10話まで見て3話4話を振り返ってみると3話4話の時点では明らかになってないことも、10話まで見れば明らかになっていることも多少はあるので、それがこういうことだったんだなとか、例えばアフロディーテが部長太田黒部長だってことが分かってからは、確かにそういったような動きをしているなみたいなことは見て取れるんですが、それ以上にもっとずっと謎だったあれをね、生駒ちゃん元木さんの行動が本当に10話まで見てもあまり脈略なくというかね、脈略がないような感じでずっとなんか怪しい動きをずっとしてるんですよね。でいつも見ているっていうか、僕の考察動画というか、単に感想動画なんですけど、他の考察動画を見るというか、上がってくるんですね、関連動画で。66首であるとか、何でした、タイタン所属の人のやつとか、東大の、コンテンツ全部見るをさんであるとかが上がってくるんで、そういった人のをちょくちょく見てたんですが、全然今まで見てこなかった考察してる動画もいくつか上がってきてて、それを見てたら、この生駒ちゃん元木さん
はどうやら、一星と橘一星とつながってんじゃないか説っていうのが一つあって、いやそれどうかなね、その片鱗も全くないんでと思ってたんですけども、こうドラマの作り上橘が出た後のシーンで必ず元木が出てくる、生駒ちゃんが映るって言ってて、これ何かしら示唆してるんじゃないかということが書かれてとか言われてて、あ、確かに言われてみたら橘一星が出てきた後だから3話だったかな、4話だったかな、3話で言えば涼介さんに喫茶店で絵本を渡すシーン、これ 3話だったっけ、3話だよね。3話で絵本を渡して、事件のことについて話したいことがあるっつって絵本を渡すシーンがあるんですけども、その時はすごくやっぱりまだ橘のがどういった人なのか分かんなかったんで、これ怪しいなとか思って当時はね見てたんですが、10話まで見るとひかりちゃんと付き合ってた彼氏だってことが分かる。それはすぐに分かる、3話でも分かるんですけども、その時の渡してタクシーでこう逃げていく姿の後、涼介さんをこう見てるシーンが挟まるんですね、元木さんが、生駒ちゃんが。でだから何らかの橘の指示によって動いてるんじゃないかみたいな考察はされてて、それとなるとですよ、橘の指示でなのかなってとは思うんですけど、逆に生駒ちゃんは橘のストーカーというか橘が好きで、でもひかりちゃんと付き合ってるってことが分かってるんで、それをどうにかこうにかしたい立場なのかなとはちょっと思いましたけど、でも全然わからないですね。であと新たに僕がこう見直して気がついたのは、プロミンが涼介さんが昔というか小説のサークルに入っててっていうとこから、その小説を引用してね、引用というか見つけてきましたっつって全国を旅して、懺悔の旅路というね、書いてた小説、涼介さんがサークル時代に書いてた小説を紹介して、懺悔の旅路っていうのはどういった内容かというと、全国を旅して遺留品を埋めて歩くっていう小説で、これを実行してるんじゃないかとフロビンはそれを拾ってきて見つけてきて言ってるんですけども、これ僕当時はこうね、まだ何のことを言ってるのか全く分からず見てましたけども、これやっぱりどっかでね、僕も20世紀少年みたいな感じで涼介さんが書いた小説、この懺悔の旅路を知ってる人が本当20世紀少年の予言の書のように友達が実行するみたいな感じで実行してるんじゃないかなって思うと、やっぱり日野がどうにもこうにもとは思うんですけど、全く怪しくないじゃないですか、日野の振る舞いがね。なので余計に僕はますます見直して、より一層この今まで10話まで見ても全くこの怪しい素振りを見せていない日野が真犯人なんではなかろうかっていう、ただ動機はでも単純にマドンナであった真帆さんを取られたというかね、そんなちょっとねまだ好きだったみたいな3人、川村と3人で家でね飲んでる時もこぼしてましたから、これやっぱり日野じゃないかなって改めて見ても思いました。3話
それから4話を見てもね、4話ではあれですね、新築の家の工事を中止しないかしないかって散々林が上司からね、上司が誰でした？井上上司でしたっけ？からずっと言われておるわけなんですが、それね、あのこともあるしっていうので、この時点ではまだ全然そのことが何のことかわからなかったんですけども、10話まで見るとSDGs 関連の政府の絡んだ事業で裏金というかね、賄賂なのかわかんないですけど、便宜を図っていたのが、実行していたのが林で、それこういった事件があるとそれに響くからっていうのを示唆してるんだと思います。で、林はそれがバレちゃまずいからとにかくその家の工事を中止したい、そんな問題のある工事をこう中止しときたいがために、動いているんで、だからもともとのこの3人失踪した事件とは直接関係がないってこともないですけど、それを隠蔽しようとしている、というか、新築家を建てることをちょっと伏せておきたいけどね、事件にあんまりここの住合ホームはあんまり絡んでないですよ、事件とは無関係ですよっていうのをしたいがために動いてて、その3人の失踪の事件に絡んできちゃっているのか、でも真帆さんとのその浮気のあれもあるんで、それはどうなのかな。だから二重三重構造にはなってると思うんですけど、3人の失踪とこの住合ホームの、事件というか動き、裏のね動きとは別々の事件が微妙にこう絡んできているのかなって感じですよね。なんで見返して思ったのはやっぱりその10話まで見てもまだまだずっと謎な、本木さんの存在ですね。それが立花君のことが好きでなのかな。ひかりちゃんをどうにかしたいって、ひかりちゃんと別れさせたいって思ってる存在なのかな。って考えると、僕はずっと篤人くんとひかりちゃんと真帆さん、は別々にの事件が同時に起こってると思っているんで、篤人くんはだからそれに全部絡んでんのがやっぱり林になってくるのかな。でも直接はというか犯人ではないと思うんですけど、何らかの関係があって林の名前が上がってくるけどもっていう感じだとは思うんですよね。なんで篤人くんに関しては菱田、それからサッカーコーチの山田が主犯というか何かやっているね。4話でありましたよね。サッカーコーチが菱田にね、なんか口裏合わせとった方がいいですよねっていう話がサッカーサッカー場でねありましたんで、なんで菱田と山田コーチは篤人くん関係で、ひかりちゃんに関してはやっぱり元木が何かしら絡んでて、で真帆さんに関してはやっぱりその11年前の浮気のことで林に脅されてというかなのかなって感じがしますね。だから別々の事件が同時に起こってしまったのかなと。でお互いその犯人同士は自分が
全てやっているってことじゃなくて、他の犯人にあいつが全部やってるんだって思わせるようにそれぞれが動いてるのかなって感じがしますが、まあだからそれが誰がやってんのかってなったら日野ですかって感じはあるんで、まあ一人じゃないと思うんですね。でしかも犯人は真犯人は僕は女性だと思ってるんでね。だからこれもしかしたら二宮真帆菱田、この3人が犯人だったりしたらいやでもまだまだ全然わかんないですね。あれバタコもいてるし、で真相編の予告が今流れてますけども、ちょっとまだ整理がつきませんが、そんな感じで見ております。3話4話ぜひ皆さんもね10話まで見返して改めて見返すとまた謎が深まるんでね、参っちゃいましたね。まあちょっと長くなりましたんで全く結論が出ませんが、ちょっとだけ元木生駒ちゃんの行動原理がなんとなくというか、まあ立花関係あるんだろうなって気はしてきましたが全く分かりません。だから他の人のやつを見てちょっとまた研究して見直していきたいと思います。これだとコントって言えないんでね、もう一回これいく。コント、あたし葬儀屋ですよ。あ、こっちじゃなかったか、こっちかね、生駒ちゃんね。いやでもわかんないな、本当にわかんない。これね全部気持ちよく収まるのかな。あと10話11話ぐらいあるんでしょ、ワンクールね。ますますわからないで、映画化とか言って引っ張るのだけはやめてほしいよね。真犯人フラグザムービーっつって真相は映画でとかっていうのだけはなしにしてドラマで完結してほしいと思っておりますが、まあ合わせてねチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。